皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修工場勤務の底辺脱出貯金1000万円の日常です。先進国の中の途上国と揶揄されている日本の田舎の社会の底辺工場で空想ワーキングホリデーをしている独身女性の花37歳です。先進国の中に発展途上国があるのと同じような地域に住んでおり、凄まじい貧富の格差が存在しております。今回の動画では田舎のヤバすぎる貧富の格差と3級国民の先民階級の場合は台湾にも圧倒的に負ける生活水準と幸福度、日本の田舎の収入事情をご紹介していきます。神戸市の郊外、都心部まで1時間くらいの距離の田舎では最低賃金と同程度かプラス 20% くらいまでの求人が普通で、多くの人々は手取りが20万円以下で働いております。私の空想ワーキングホリデーの勤務先である大手企業の下請け工場である田舎の社会の底辺工場では、非正規雇用のライン工ならフルタイムで手取り10万円いかないような低すぎる給料で働き、原付も修理ができず買い替えもできないありさまです。台湾でもこんなボロボロの原付は走っておらず、虫歯になっても治療する金もなく放置し歯抜けになり、3級国民である先民階級の日本人は発展にあまり縁のない途上国と同程度の暮らしをしております。原付を修理できないレベルの手取り10万円前後の工場勤務は田舎では珍しいことではなく、同じ工場勤務系の YouTuber の見守り新さんも残業をしないと手取り11万円くらいで、田舎ではその水準が当たり前で、今月の私の手取りも14万円でした。他の求人も似たり寄ったりで、この求人の場合は看護助手が正社員で月給 13.5 万円で、手取りにしたら11万円を切る水準です。この求人は兵庫県の最低賃金の1001円で、神戸市の郊外にはこんな水準の求人がザラです。正看護師の国家資格を持っていても、正社員で月給23万円で、手取りに直すと18万円で、田舎で働くのなら、資格を取る時間とお金が無駄なレベルです。中間管理職の上司の統括リーダー、役職で言うのなら係長か課長クラスの給料は、推定料費3万円を引いて、手取り20万円前後だそうです。中間管理職の統括リーダーは7、11、6勤務をしており、朝の7時から夜の11時まで週6で働いている状態なので、それを揶揄し、上司のことをセブンイレブン上司の名前店と勝手に呼んでおります。朝食抜きで朝の7時から夜の11時まで16時間勤務で土曜も出勤。大企業勤務ではない田舎の正社員は第二次世界大戦後の捕虜かプランテーション奴隷と同じ状態で、完全に健康と人権を無視した奴隷労働が2024年令和の日本の田舎の工場では起こっています。週6労働、朝の7時から11時までのセブンイレブンで手取り20万円。これが田舎の中間管理職の悲惨すぎる実態です。本当に地獄です。中間管理職統括リーダーの上の役職の管理者である事業所長であっても、手取りは20万円台と悲惨なありさまです。手取り10万円以下で LINE 項を搾取しているのだから、事業所長は手取り40万円くらいはもらっていると想像をしておりましたが、田舎の下請け工場は大企業の奴隷で、大企業に搾取をされているので、下請けで勤務をしている限りは全員安月給です。
超衝撃的なことに、事業所で一番手取りが多かったのが、事業所長でもセブンイレブンの統括リーダーでもなく、手取り30万円台の私でした。下請け工場でキャリアを積んで出世をし、何年もコツコツと真面目に取り組んで働くよりも、YouTube で動画を作っていた方がよっぽど見入りが良いことが判明しました。それほど田舎は搾取がひどく、人権が尊重されていないことがよくわかりました。収入は途上国でお金のかかる先進国の暮らしをし、生活は破綻寸前です。車を維持できる水準ではない下請け工場の月給で、周囲に合わせて無理やりに車を持っている人が多数派なので、田舎の暮らしは非常に苦しく、独身でも毎日カツカツで、夫が大企業勤務でもない限りは車を持ったら共働きです。やばい階級社会。一方で大企業の正社員はまともな給料がもらえていて、20代でも普通車に乗って通勤をし、持ち物や容姿や身なりも整っております。大企業の正社員は一級の日本人として大切に扱われ、権利が守られているので、月に45時間以上の残業をすること自体が禁止をされており、健康状態も良さそうな人が多い感じです。先進国の中に途上国があるのと同じような地域に住んでおり、奴隷と市民レベルの凄まじい貧富の格差があります。日本の田舎というのは、警察や消防などの公務員、大手企業の工場の直接雇用の正社員を除いては日本国民ではなく、途上国の現地民のような扱いを受ける場所です。特に田舎で働く場合は、家業を継ぐか地主の家に生まれるか、大企業の正社員か公務員になれないと、人生が奴隷階級で積みます。空想ワーキングホリデー。幸い自分はアメリカ企業から報酬を得ることができているので、アメリカ企業に関係する仕事の2024年7月の時給は3300円と、先進国並みの待遇で文民らしく働けております。休日はリモートワークで先進国で1日に数時間働く感じで、平日は途上国日本の田舎の現地民の文化を学ぶため、フルタイムでワーキングホリデーをしている気分がします。日本の8月はスコールのある南国に比べても、湿度と気温の両方が高くて異常にクソ暑く、昼間に外出をして外食なんてできたものではないので、購入した食材を使ってタイ料理のガパオライスを作ることにしました。今回買い物をした都会に近い田舎の郊外の食料品店も、事実上一級国民用と先民階級用があり、都市部に向かう駅の周辺や一級国民用の住居が立ち並ぶエリアには、先民階級が買えないような価格帯のスーパーが点在しております。これは10年くらい前、私がまだまだ若かった頃、物価が日本の3分の1から5分の1くらいの途上国に長期滞在をしていた頃、現地に住むお金持ちや外国人の駐在員向けのスーパーで買い物をしていた時と同じ感覚を2024年の日本で感じました。牛乳が298円、ヨーグルトが480円、桃が799円。これらの食品は田舎の最低賃金の社会の底辺工場で働いていたら絶対に買えません。途上国には目に見えて明らかにわかる露骨な格差があり、それを10年後の日本で体験することになるとは思いませんでした。10から15年ほど前までは、業務スーパーや通販で格安に手に入れられた
エスニック料理の素や東南アジアの食材も最近ではすっかり値上がりをしてしまい、日本産の食材や調味料を買う方が安くなってしまいました。日本の田舎は衰退し、発展途上国化してしまい、中途採用でも手取り20万円以上の仕事を見つけることの方が困難な状況で、田舎は本当に積んでおります。あと20年後には少子化と低賃金で人が逃げて廃村になるか、この光景がすごく劣化したものが日本の田舎でも見られるようになるかもしれません。最後に、日本で働くことを考えられている外国人の技能実習生の方に、工場で働く日本人としてのメッセージがあります。日本は人権意識が低くケチで給料が安いので、他の国に行った方が稼げるし、日本語を勉強しても、日本は衰退国なので今後日本語は役に立ちません。コスパがすごく悪いので、働くのなら絶対他の国に行った方がいいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。